はい、こんにちは。みはるです。今日はですね、実は私も最近ちょっと実際髪の毛手入れするにあたって結構壁にぶち当たっておりまして、原因は本当にいろいろ考えられるので一概には言えないですけど、ちょっとどうしていこうかなっていうのもあって、でいろいろリサーチをしてる中で新しく見つけためちゃくちゃ大事やんっていう発見があったので、これはちょっと皆さんにも共有したいとこの動画を作ることにしました。この動画をスタート時点としてこれに関連して少しずつ掘り下げてお話をしていきたいなと思っているので、これがこのシリーズの第1回目ということになるんですが、本日は露天、屋台の露天じゃないですよ。その露天じゃなくて、梅雨の天と書いて露天、英語ではデューポイントというふうに言います。私もこれ調べてて露天っていうの出てきて、なんやこれ思ってガーッと見てたら、中学校とか小学校とかのかな、教科書の理科の話がいっぱい出てきて、そういやそういうの勉強したなと昔の記憶を引き出しながら学ばせていただいて、今私なりに結論を出した状態にあるんですけど、この露天が実はカーリーヘア、天パの私たちにとっては湿度よりも全然重要やったっていうことを知りまして、この動画作りましたので、ぜひ最後まで見ていってください。湿度自体がどういう計算で出されてるのかっていうところから少しお話しさせていただくと、湿度はもうめちゃくちゃ分かりやすいです。数値の通り空気中の水分含まれてる割合がパーセンテージで示されてるので、単純に今ここの湿気が 50% ですっていうことであれば、空気中に存在する半分が水分ですっていうことになるので、もちろんこの湿度が高ければ高いほど水分量も多くなってきます。 90% とかになってくると、そういう嫌なイメージがすごく強くなると思うんですが、ただここで問題が発生するんです。空気中に含まれる水分は気温とあと気圧によっても左右されるっていう性質があるんです。まず露天を簡単に説明すると、空気中の水蒸気が水になるポイントです。よくある現象として皆さん一番目にするのは、冷たい飲み物コップに注いだ時に周りにできる水滴とか、冬場暖房してると窓に水滴がつく。あとはメガネかけてる人とかだったら、寒いとこから急に暖かいとこに出た時にメガネが曇ってしまったりとかあると思います。で、その現象が起こる温度を露天と言います。で、一旦露天はちょっと横に置いておきます。で、先ほどお話ししたこの露天に関わってくる飽和水蒸気なんですけど、気温が上がると空気中に保有できる水分量っていうのが増えるんですね。これが実際の数字で言うと、26度の時にとどめられる水分っていうのが、気温が14度の時にとどめられる水分の倍になります。そうするとどうなるかっていうと、実際にどんだけ空気中に水分があるのかっていう方が私たちの髪の毛には影響が出やすいんです。なので今の数字14度から26度っていうお話に言うと、例えば14度の時に湿度が 50% でしたと、26度で 50% ですと。で、両方とも湿度が 50% なんですけど、空気中に保有できる水分の量が14度より26度の方が倍多いので、同じ 50% なのに14度だとめちゃくちゃ乾燥しているのに対して26度だとちょうどいいっていう事実が起こります。ここまでいいですか？実際にこの露天、デューポイントを表した表があります。こちらなんじゃこりゃっていう風にしかちょっと思えないような表になってるんですけど、縦が温度で横が湿度になります。で、今回この表から見てもらいたいのが、私たち天パにとって一番ベストな
露店カリヘアのベストデューポイント、それを赤線で囲んだのがこちらです。で実際にこの表はある海外のサイトから頂戴したんですけど、またリンク貼っておきますね。ここで色分けされてるのはデューポイントを基準にブルーから下は乾燥で、グリーンのところは超快適、黄色はまあまあいけるレベルで、それ以降に関してはむちゃくちゃ不快やっていうことで、不快度指数っていうのがね日本ではよく言われるんで、これとはまた別になるんですけど、体感としてもどういう風に感じるのかっていうのは参考にしてもらえたらなと思います。この赤で囲まれた部分が数字で言うと、露天デューポイントが摂氏4度から15度の間になります。この露天が4度から15度の間っていうのがカーリーヘアにとっては髪の毛が一番収まりやすい気候になります。でこのデューポイントの簡単な覚え方を、私なりに見つけたので、ざっくりですよ。もう思いっきりざっくりではあるんですけど、大体いちいち調べなくても、今日はやばいなとかいうのが分かってくれるのかなと思います。で、指標になるのが気温27度、湿度が 50%。このポイントが政府のギリポイントになります。で、ここから気温が2度上がったり下がったりすると、湿度も 5% ずつだいたい上がったり下がったりすると思ってください。で、上がるのと下がるのが逆になるので、気温が上がれば耐えられる湿度が下がります。言ってる意味わかりますかね。表見ながらだったら分かりやすいと思うので、27度 50%、 じゃあ今日30度やと3度上がってるんで 5% から 10% 下がってるのがもうギリギリ、40から 45% であればいいんですけど、30度で湿度がそれ以上ある場合は髪の毛にとっての湿度がちょっと多すぎますよっていう計算の仕方になります。誤差出ますよ、途中で絶対誤差出るんですけど、特にこれから暑くなっていくにあたって、20度から30度台、20度台から30度台ぐらいの間ではこの仕組みが大体当てはまるのかなと思っているので、ぜひちょっとこれを指標にしてみてください。27度 50% がキーポイントになります。で、最後に露天をアプリで見れる天気予報ないかと思って調べてみまして、実際に私がもう長く使ってる天気予報のアプリがあるんですけど、アキュウェザー、海外のアプリなんでおそらく日本語はないのかなと思ってます。でも天気なんでそんな難しいこと何も書かれてないので、場所も全部英語ですけど、大阪は大阪やし、ローマ字で打てば出てくるんで使えると思います。で、このアキュウェザーにはデューポイント入ってます。パッとオープンすると今の天気っていうのがこうやって出てくるんですけど、これを下スクロールしていくと湿度とか少し掘り下げた情報入ってます。このページには出てこなくて、詳細 See Details かなっていうところを押すと次のページでデューポイント出るようになってるので、それ見て使っています。日本の天気予報のアプリでもこのデューポイント見れないのかなと思ってインストールして見てみたんですけど、 iPhone に元から入ってる天気予報と Yahoo の天気予報とウェザーニュース、あと気象庁なんとかっていうのとダウンロードして見てみたんですけど、どれもすいません、この露天掲載されてなかったので、私は個人的にこのアキュウェザーすごく天気予報の感度もいいので気に入って使ってます。なのでよかったらこちらインストールして、この大事な露天を、特に外に出かけるとかいう時にチェックするといいのかなと思います。はい、今回は湿度よりも大事な露天ということでお話しさせていただきました。次回はこの露天をもとに気をつけて使わないといけない成分があるんです。成分表示、もう頭が痛くなるほどいろいろ見てこられてると思うんですけども、プラスアルファで知っておいた方がいいっていうお話が出てきます。そこについて次回お話をしたいなと思っておりますので、楽しみにしておいてください。それではまたねー。こんなもんでしょう。